はい、皆さんこんにちは。ガジェログです。今日はこちら iPhone の紹介ではないんですね。5&6 がグローバル版で発表されてすぐ購入してきましたけども、9ヶ月間それから使ってきましたが、その間に有料のもの、無料のものもダウンロードしてきて、一番よく使っている文字盤どれなのかっていうことなんですね。それを今日まとめてご紹介できればと思います。この時点でもうこれ使ってんじゃないかっていうふうに思われている方もいらっしゃると思いますけども、答え合わせをしてみたいと思います。本日も行ってみましょう。9ヶ月間早いですね。もう使ってきました。今この文字盤表示されていますけども、これはですね、これ無料になっているんですけども、パッと見ですね、実はある文字盤に非常に似てるなと思いました。それは Redmi Smart Band Pro のデフォルトの文字盤なんですね。過去の動画にこういったモデルがありますよっていう動画を作ってありますので、そちらの方をご覧いただければと思います。ということでですね、ここ最近はちょっとこちらの文字盤気になっていたので、ちょっと気分転換に使っていました。それで有料の文字盤を買ってはすぐ飽きたりして使わなくなったりして、結局たどり着いたものは何なのかということになります。たどり着いた先にあった文字盤をご紹介したいと思います。それはさあどれでしょうか。結局これだったんですね。エレガントブラックという文字盤になります。結局ね、こちらにたどり着いてしまいました。この文字盤のいいところの一つは、実はこれ画面長押ししますと、ここに変更のギアがありますよね。で、ここに今8時間30分って出ていますけど、睡眠モードかカロリー、ストレス、睡眠計測のうち、どれか選ぶことができます。デフォルトではカロリーになっていたんですね。このようにカロリー表示がされていました。そしてもう一度やってみますね。こうタップします。そうストレス表示っていうのもできますよということで、ここにそのストレス表示を自分の任意で切り替えをすることができるようになっています。でもほとんどちょっと表示の中で私はこのストレス表示も使いませんでしたので、結局のところ睡眠の時間ですね、それを表示するように設定していました。本日は6時間9分となっています。で、ここをタップしますと睡眠に飛ぶことができまして、睡眠の内容についてこのようにざっくりですけども表示することができます。12時1分ですね。朝の6時10分に起床ということが記録されています。それ以外はここから飛ぶことはちょっと残念ながらできないんですね。これ初期の方の文字盤ということもありまして、60円で購入することができたんですけども、飛ぶことができるのはこの睡眠の部分しか飛べませんでした。これがですね、実は他の文字盤で有料のものになりますと、例えばこれ一番高いんですね。500円以上する文字盤なんですけども、これは全てのアイコンをショートカットしてくれるものになっています。例えばタイマーとか、タイマーに飛ぶことができます。これ待望の機能だったんですが、いかんせん小さくて失敗しちゃうんですね。で、例えばワークアウト、あとワークアウトにこうやって飛ぶこともできますし、音楽再生コントロールにも飛ぶこともできます。そしてそうですね、通知で、そうですね、このように、Google のレベル8のローカルガイドになりました。このようにですね、高機能のものになりますと、確かにショートカット機能が増えて、それぞれの機能に飛ぶことがすぐできますけども、小さすぎちゃってミスるんですよ。それがちょっとやっぱりもどかしいっていうのもあって、使わなくなってきてしまったんですね。ショートカット機能で飛べるっていうのは待望の機能だったんですけども、やっぱりトレードオフだったなという気がします。それで今文字盤のランキングの中でね、現時点ですけども1位になっているのが、こういった文字盤にもなっています。アナログ時計とデジタル表示、そして秒針もね、このように動いていますので非常に見やすくなっています。そして天気、歩数、キロ数、そして心拍数ですね。ここに睡眠計測、バッテリー表示、天気のアイコンになっています。で、これは飛ぶことができます。心拍数ね、このように飛ぶことができますし、ここもステータスですね、飛べますし、バッテリーは飛べません。睡眠も飛べますね。このようにこの文字盤もね、結構使いました。しかしながら、なんだかんだで一番よく使っていたものがこちらにやっぱなってしまいましたね。結局ここに戻っちゃうんですね。あとですね、これ有料で購入したんですけども、使わなくなってしまったのがこちらのフルグリーンという文字盤になります。これ60円って今出ていますけども、これもやっぱりいろいろ高機能だったんですが、それぞれのボタンが小さくてなかなか継続して使うには至りませんでした。そして時々なんですが、こちらのプラスダイヤルってあるんですけども、
シンプルなアナログ時計になりますね。これもですね Apple Watch のナイキのタイプに似てますので気分転換に使っていました。そしてバンドの方もねこのように交換しているんですけども、このバンドはちょっとつけづらいっていうのが実はありました。見た目はねApple Watch のナイキタイプのに非常に似てると思いますけども、これつけちゃうとね本当に外れないっていうか、バンドが内側に入りますので何かに引っかかることもなく外れる心配全くないんですね。そして今後ですねファーウェイバンド7なのか名前が変わるのかどうかははっきり分かりませんけども、今後ですね新しいモデルが出てくると予想されます。Always on Display がきっと搭載されてくるんじゃないかなという気がします。Redmi Smart Band Pro にはそれは標準搭載されてきていますので、きっとそれ同じように搭載してこなければやっぱり太刀打ちできないのかなという気もしますので、それは目玉な機能の一つになるんじゃないかなというふうに予想できます。というわけで、あれこれちょっと予想も含めて話してしまいましたけども、本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。